皆さんこんにちは。岡八リノベーションです。今日から築51年の平屋のリノベーションを開始していきます。とにかくまずは解体からですね。8月の今日の最高気温は34度。解体には一番しんどい季節ですが、これをやらない限りは先に進まないので頑張っていきます。まずはキッチンや照明、建具なんかの取り外しができるものを外していきます。ドアもですね、再利用するかもしれないんですが、一旦外した方が作業もしやすくなります。キッチンのタイルです。経年劣化で接着も弱くなっているので、叩くと大体は簡単に剥がれます。はい、2日目ですね。解体の際はですね、必ずブレーカーを落としてから行います。1日目は片付けやビフォアの撮影をしていて、解体作業は少なめだったので、今日から本格的な解体作業に入ります。今回はですね、アスベストの含有建材はなさそうだったんですが、解体作業は本当に埃がすごいので、防塵マスクやゴーグルを装備して挑みます。それからヘルメットもしっかりかぶって安全第一で進めていきます。解体はですね、天井、壁、床というように上から順番にやっていきます。それから建材ごとに廃棄の値段が違うので、解体と片付けは建材ごとに行っておくと良いと思います。例えばですね、今回処分した廃棄物のうち、タイル付きのモルタルと左官仕上げされた石膏ボードを比べてみると、石膏ボードの方が2倍以上単価が高くなっていました。これがですね、ごちゃ混ぜの状態で持っていくと、多分高い方の単価になってしまうので、しっかり分別しておいたことで廃棄コストも下げることができました。はい、そうこうしているうちにだいぶ屋根裏が見えてきましたね。解体を始める前は出る廃棄物もそんなに多くは見えないんですが、いざ解体してみるとなかなかの量に驚かされます。木材はですね、再利用できるものは置いておきます。他は薪ストーブの燃料にするので小分けにカットしておきます。キッチンは洋室で天井板が張ってあるので、野縁で下地が組んであります。今回はですね、天井を抜いて屋根天井にするので、これもね、解体していきます。はい、こんな感じで天井の解体が完了しました。結構開放感が出て、解体前よりもとても広く見えるようになりましたね。はい、3日目開始です。今日はですね、ボード壁の解体です。今回はですね、3部屋を1部屋の LDK に変更するので、3部屋を仕切っている垂れ壁を取り払います。大ハンマーでガンガン落としていきます。これがさっき話にも出た左官仕上げの石膏ボードですね。厳密に言うとですね、この鴨居なんかも地震の時の補助ぐらいにはなっていると思うんですが、構造計算には入っていない材なので、間取り優先で撤去します。今の映像にも出ていますが、この家はですね、建築後に昔よくテレビ CM も放送されていた某メーカーさんのリフォームが入っているようで、結構な数の金物で補強されています。金物での耐震補強と床下材の防御処理、それから床下換気扇が取り付けられていました。詳しくはわからないんですが、当時はね、結構な費用をかけられたんではないかと思います。垂れ壁を取るとさらに部屋っぽくなってきましたね。続いて押し入れの解体です。これを解体すると LDK が 1.5 畳ほど広くなります。図面を見てわかる通りですね、この LDK は壁が少なくて、テレビとかを置ける場所がほぼない状態になっています。この押し入れを解体することで奥が全面壁になってテレビボードやキャビネット系の家具を置きやすくなるので、インテリアのレイアウトもね、考えやすくなると思います。はい、だいぶ解体がね、できてきました。壁に使われているのは厚さ 4mm ぐらいの合板なんですが、劣化で接着剤が剥離してペリペリ簡単に剥がれてきました。
解体はしやすかったんですけど、長い目で見たらもう少し丈夫な材料を使わないとダメですね。ここの壁はですね、筋交いも入っていなかったので、キッチンへの通路にするために撤去します。はい、こちらは南側の収納ですね。反対側の個室の収納に変更するので、ここは壁になるんですが、施工しやすいように一旦骨組み以外を解体します。はい、4日目スタートです。今日もですね、防護服での作業です。毎日真夏日でくじけそうになりますが、頑張っていきましょう。まずは床の間の解体です。ここはですね、本とか雑貨なんかをディスプレイできる飾り棚を作る予定なので、天井の骨組みは残してそれ以外を解体します。外壁側の壁は断熱材を入れるので一旦撤去します。次は玄関ですね。このガラス製の照明器具はレトロでね、なかなか素敵なので再利用したいところなんですが、もう各メーカーさんが蛍光灯の製造を終了していて、今後ですね、蛍光灯の照明器具は使えなくなるみたいなんですよね。この家の照明器具は全部蛍光灯なんですが、この機会に LED の照明器具に交換しておきたいと思います。玄関は壁と天井を張り替えます。天井は天井材だけ落として下地は残しておきます。はい、5日目です。洗面所を解体して玄関ホールを広くします。洗面ボールは元から結構グラグラだったので、バールで起こしたら簡単に外れました。タイルを剥がしていきます。下地のモルタルとくっついた状態の廃棄物になります。これを処分してくれる業者さんを探して、何件か問い合わせたんですが、近隣にはなくてですね、結局前回もお世話になった市外の業者さんにお願いしました。天井はですね、この屋根裏の状態を仕上げにするので、針も含めてある程度磨いてきれいにしておきます。配線もですね、なるべく目立たないようにやり直してもらうので、針に打ち付けてある電線を撤去します。この字型のステップルをニッパーで挟んで、テコの原理で起こして取っています。ところどころ出ている釘をグラインダーでカットしています。はい、6日目です。屋根裏をサンダーで磨いていきます。ペーパーはですね、80番を使っています。細かいペーパーは時間がかかる上にすぐダメになるので、80番ぐらいでね、仕上げておけば十分だと思います。屋根裏もですね、結構カビが生えていたんですよね。ところどころ白くなっている部分がカビなんですが、そこはですね、特にしっかりと磨き落としておきます。最後は床の解体です。床も合板のところは劣化してサクサクのパイみたいになっていますね。留め釘も錆びていたので簡単に剥がすことができました。はい、7日目スタートです。今日からね、ようやく防護服を脱いで空調服を着て作業します。長い苦行の日々だったんですが、これでね、作業能率も飛躍的にアップします。畳の下は杉板が張られています。これも綺麗にして何かに使えたらと思うので、なるべく傷めないように剥がしていきます。といってもね、これも釘が錆びてほとんど効いていなかったですね。木造の解体で一番気になるのはやっぱりですね、柱や土台とかの躯体の状態なんですよね。
特にですね、この家は湿気がひどかったですし、床もふかふかなところがあったので、シロアリの被害も覚悟していたんですが、幸いですね、シロアリ被害に遭っているところはありませんでした。土台とか大引きにコルク栓のようなものが埋め込まれていたんですが、金物補強や床下換気扇のリフォームをした時に一緒にね、防御処理をしていたみたいですね。ネダは太い釘で打ってあるので、さすがにねしっかりついていました。大きいバールで起こしていきます。はい、最後に個室の収納部分を解体します。間柱をカットすることになるんですが、天井のノブチが間柱で持たせてあるので、カットする前に針に吊る作業をします。こんな感じでですね、解体で出た廃材で押し入れの天井のノブチを吊っていきます。順番が前後してるんですが、押し入れの解体は床の解体前に行っています。先にですね、床を解体すると足場が悪くなってしまうのと、後で細かい廃材を回収するのが大変になってしまうので、床より上はなるべく先に解体してしまいます。はい、これで7日間に及ぶ解体作業が完了しました。夏場の作業は本当にきつかったですね。廃棄物の処分費用はお風呂の解体分も含めて全部で3万円ほどでした。分別と直接最終処分場に持ち込んだことでコストを最低限に抑えることができたと思います。風呂の解体もね、なかなか大変だったんですが、その様子はまた別の回でお送りしたいと思います。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。もしよろしければ高評価とかチャンネル登録をいただけると励みになります。質問とか感想などもね、気軽にコメントいただけたらと思います。次回はですね、床下の防湿・防偽対策から床張りまでをお送りしたいと思います。ぜひご覧ください。